さて、ディアブロ系戦利品を採用した反ハードコアな虫系ハクスラが新登場とのことで、今回は B ヒーローバグブラスターの紹介を行います。こちら穴場な作品です。主人公は蜂であり敵はキモい虫系ですが、イラストはコミック調のため虫が苦手な方でも楽しめることでしょう。とにかくひたすら大量の敵を倒し装備を集め、独自の最強キャラを作ることを楽しむハクスラゲーです。ただしなぜか序盤が残機制です。ライフが0になるとハートを1つ失い、4つ失うとキャラがロストします。これは197レベルまで到達するとハートが無限になるのですが、なぜそうなってるかが今回遊んだ限りではわかりませんでした。ストアページを見るとローグライトも歌っており、このパーマデス部分がかかっているのだろうとは思いますが、全キャラで共有できる永続強化ありません。あえて上げるのならレベル200から解放される共有冊子でアイテムを渡せる部分です。他にローグライトっぽい要素はパッシブスキルを3つの中から1つランダムで得られる程度です。レベル197からにしたのはきっと何か考えがあってそういう作りにしているのだろうとは思います。実際に197まで上げるには何時間も要しそうで、だからこそ到達した時の達成感は強そうです。何よりもハラハラドキドキの緊迫感を常に持って遊べます。肝心の構成作りの部分ですが、相当面白い仕組みになっています。アイテムソートやレア度に応じた一括売却がないなど、細かい部分で気になる箇所はあれど、そこら辺は今後の更新に期待するとして、没頭して育成にのめり込める仕様になっています。まず膨大なスキルツリーが特徴です。はじめに5つの中から1つのクラスを選択し、全部で職業はスペース的に15あります。冒険中職業の書みたいな本を入手できたら、対応するクラスのスキルツリーにもポイントを割り振れます。デュアルクラスならず15クラス全部の技を取得できます。その上装備品の2つの特殊能力が影響してきます。1つはスキルツリー内のスキルを別のものに置き換えます。例えばファイヤーボールスキルを氷系の別の魔法に置き換えたり、最大ヒットポイントアップを回避力アップにするとかです。もう一つはスキル自体の性能を上げられます。例えばスキルツリー内すべてのファイヤーボールのマスをかける2倍の性能にし、発動率が 10% のところ 20% になったりします。これだけでも相当な構成作りが可能になることがお分かりになるでしょうか。何かに特化するべくとことん鍛えアイテム集めをしたくなります。またこれら2つの特殊能力はお金を払えば別の装備に差し替えできます。装備のアイテムレベルがあるため強い装備が出た時用に倉庫に貯めておくと良いです。オフラインゲームということでスタ使用量は相当用意されています。他に装備品には2つの特殊能力以外にも通常攻撃で何か別のスキルが発動するオンヒット効果がついていたりと、グリムドーンばりの爽快感と画面の派手さになります。リロール機能もあり、お金さえあれば別の特性に変更できます。部位を別のものにすることも可能です。かなりカスタマイズ性が高く、厳選がはかどります。さらに別のパッシブスキルツリーもあり、これが先ほどのある程度ランダムで得られる部分です。特定のポイントを10貯めると、どのマスが開くかを3つの中から1つ選択します。デメリットもあるスキルもあるため、嫌な場合は無効にできます。肝心の戦闘部分ですが、ツインスティックシューターでマップは 2D ゼルダ系です。一つのフロアをクリアしたら次に行きます。敵の数は初めから膨大で、直接ドロップではなく、ステージ内にランダムで宝箱がいくつか置かれています。全部倒すと開けられます。ボス部屋に限っては倒した後、専用の宝箱が登場するかもしれません。それと面白いのが敵の虫の動き方の多彩さです。ただ寄ってくるのではなく、それぞれ独自ルールを元に行動します。雲だったら糸を上から伸ばし降りてきたり、カマキリは忍者ジャジャマルくん形式に横に張られたこれまた糸を上下にジャンプしたり、芋虫やスリザリオみたいに画面上を体で覆ってきたりします。敵の体が弾幕のハクスラゲーの戦闘ともなります。注意点としてあまりに数が多く、部屋に入った瞬間、いきなり敵に倒されやすい時があります。はじめは無敵時間があるので、その間に移動して安全スペースを探せますが、無敵がない時もあります。その場合にコロッと倒されてしまうことがありました。これが判明しないと序盤残機を失うことになり、厳しく、より緊張感が高まります。あとはなんだかんだでボスが強いです。先ほどのスリザリオ形式で画面をみっちりと埋めてきたりと、抗えずにやられてしまいました。こちらはスタミナがある限り無敵のドッジが使えますが、画面が覆われるとドッジは無意味のため、うまく動く必要があります。
その他ステージは相当用意されています。一つクリアすると次のステージは敵の強さが5レベル上がります。ドロップアイテムもそのレベル準拠です。同じステージはいくらでも遊べるため、まずは繰り返し育て火力を高めてからボスに挑むとかが無難そうです。以上 B ヒーローバグブラスターは敵の体という弾幕ゲーで序盤は反残機性なハードコアながら多彩な構成作りにより育成のしがいがあり197レベルに到達できたら達成感は半端ない新たなハクスラゲーとなっております。加えて今回紹介したシステムには製品版発売後に追加されたものもあります。レベル197からの残機無制限化、スタッシュ容量の増加、キャラ間共有スペース追加です。本来はもっと厳しかったものがだんだん遊びやすくなっており、多くの人がよりプレイするにつれ今後も調整が期待できます。この手のジャンルが好きな方には特に刺さる作品のため、気になる方はプレイしてみてはいかがでしょうか。リリース日は2025年8月2日で価格は1700円です。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。B ヒーローバグブラスター。以前デモは遊んだことがあるんですが、そこからね、どれくらい要素が盛り込まれたのか。まずは拠点ですね。ライフは4つしかない。しかし、すべて失うと消滅する。なんとハードカーキャラクターである。で、あらかじめ設定された数のグリーンチェストしか開けません。これどういうことだ？で、レベル197で無限ライフを有効化。オートスキルを強化すると進化。ダメージが増え、段数も増え、新しい攻撃パターンが追加。オートスキルね。これはチュートリアルですね。WSD。ちなみにゲームパッドも有効ですね。これはどっちか。スペース。回復は何キーかな、ゲームパッドは。RT で。狙ってる方向に打ってくれますね。自動で打ってくれないのかな。ツインスティックシューターモード。これは、モード切り替えか。ツインスティックシューターモードで狙ってる方向に自動で打ってくれますね。これ楽ちんだ。で、スキルポイント。なんか取れんじゃないの？1ポイント。なんか1個だけ取れそうだけど。これ、追加弾丸。取ってみた。弾丸がプラス1される。発射速度は下がるが、弾の拡散が増える。なんかいいのか悪いのかちょっとわかんないな。デメリットもありますね。これリロール自由かな？今んとこそんな感じだね。こっちは、スキルツリー。全部で5つあるようだね。シューター。さあ、これも永続強化かな？しかし、倒れてしまうとね、いなくなるっていう話なんで、その場合どうなるかですね。一回わざと倒れてみるのもいいかもしれない。追加ゴールド、スタミナポイント、連射速度。これ上げた方が良さそうだね。絶対に。代わりに弾の拡散も増えるんだ。で、これ横に行くことで、いろいろ変化するようだね。これシューターだよね。で、この左下スキルツリーって、まだいっぱいある。これが初めのスキルツリーである。お試しでこれ1個取りましょうか。どっから取ってもいいのかな、この4つは。こっから取ってみようか。購入ってなんだ？購入。お金があれば買える。で、さっき5つあったけどね。クラスが。変更できないのかな？決めちゃったら。これはスキルツリー内のノードタイプを変更できるジェム。ジェムを取ることでなんかになるっぽいな。一回リセット。もうシューター変えられませんね。まあいいや。じゃあ早速、冒険出てみましょうか。はじめはステージ1かな？村？熟練の試練上達。これステージかな？さあ始まりましたが、画面右上、ミニマップありますね。赤いとこがボスかな？とりあえず違う方向向かってみようか。まずは上。いきなり激しい。いつでもなんか倒されそうだ。これツインスティックシューターモードだけど、どっちがやりにくいな。ゲームパッドだとね。捨てて変えられますかね。まずは倒しましょう。ライフ減ってる。まずい。これどうかな。ライフ減ってるけど、3つまであるしね。取ってみたところ、違う、今、レベルが上がったんだ。レベルが上がると回復するようだね。で、難しそうで、意外とそうでもないね。結構優しい。敵の攻撃は。全然かわしやすいし。全部倒した。倒すと道が開けんのかな。ちょっと、ボタン設定を変えたい。ゲームパッドコントロール。ダッシュは RB がいいんじゃないの？で、インベントリが見れる。道中入手した装備がね、ここで確認できるんじゃないかな。というわけで、どんどん倒していきますが、レベル3。レベルはどんどん上がんのかな。こいつら爆破してるんだけど、この円の中に入るとダメージもらうんですかね。やばい、結構激しいぞ。
ポーション使うか。ポーション Y で使ってみた。じわじわ回復するようですね。数が多い時は脅威だけど、減ってしまえば、どういったことはありませんね、これは。で、お宝たくさんあるけど、これかな？謎の宝石。貫通弾、切ってあるけど、ここに設定されましたね。レベル1、連射速度、壁で跳ね返る確率が 10%。貫通弾、木が、ちょっとまだよくわかりませんが、これは、レベルが上がることで、スキルポイントが割り振れる。で、これなんだこれ、かける2。貫通弾。今、装備したことでね、これがかける2の効果がありますよ、的な、そういう話なのかな？これ取れんの？まだ取れないよね、多分ね。これ買うには100だし、同じような2つ取れない。あ、いつでもキャンセルできますね、これ。これを3つ取ればいいの？今んとこ。スタミナがあるけど、これ。何使うんだ、スタミナって。どっちかな？他には、お宝開けていく。さあ、結構装備が入手できますね。宝箱かなりあるよ、ここには。お金だ。これで買えそうだね。再びインベントリで、レベルが上がらないとスキル画面に行けない。これはなんだ？情報教えてくれんのかな？とりあえず装備しようか、さらに。あ、これは入れ替えか。こっちは、性能は一緒かと思いきや、こっちの方が性能高いね。貫通弾がついてるから。これは弾ダメージ。連射速度落ちるがタイルポイントが上がる。と全部つけるか。これも差し替えになっちゃいますね。連射速度に3の壺。謎である。5%。次は左。おーっと。やっぱり多いんだよな。いきなり。なんかこの、渦巻きマークに当たるとダメージもらってしまう。で、これ虫に当たってもダメージもらうのかな？もらえますね。爆発だけではない。で、これどっちは完全に無敵なのかな？雲。こいつのところに何もしてこない。止まるだけで。これでクリア。クリアだが報酬なし。レベル上がりましたね、しかし。購入行ってみようか。さらなる回復ポーション。購入。買ってみた。で、これいける？ 2 ポイント必要。あれ？ 2 ポイントにさらにお金もかかるって話かな。そういうことなのか。で、これ数字が3になってんだよね。また激しいね。この芋虫。虫が苦手な人は、漏れなく遊べないかもしれませんけど。まあまあ、でもね、そこまで気持ち悪くないでしょ。可愛らしく表現されてる。あ、これ敵はこのなんか、雲の糸みたいなレーン。それに乗って移動しますね。そこまで不規則ではない。で、クリアか。このポータルに入れば終わりっぽいね。そのまま次に行ける？ 5 ってなんだこれ。推奨レベルかな。あ、これ、お金払ってるけど、スキルポイント使ってませんね。ああ、理解した。今理解した。買った後にスキルを使うんだ。そういうことだ。ようやく理解できた。こういうことか。とりあえず体力が重要だな。で、このグレー色は1ポイントだね。なんかちょっと特殊系が2ポイント。さらに赤色が3ポイント。より強力になるのかな。で、これはジェム屋っぽいけど。ダブルクリップ、スワップ？なんだこれは。自動スキルのクールダウン、跳ね返り刃。形状でも変えられんの？まず装備しよう。全スロットに。これ気になるのがこれ、星マークついてんだよね。あ、これレジェンダリー色だね。こっちにしようかな。これをなんかこう、スワップ。ゼロでスワップできる。2つはめんのかな？スワップ25。何をスワップするんだ？形状も変更できる。能力の差し替えはできそうだけどね、この形状変更で。例えばこうか。これで形状の変更。できない。これはいけるんだよね、スワップが。お試しでスワップ。できた。星がスワップされた。こっちに移ったんだ。そういうことか、スワップって。形状の変更？これは何に変更されんの？ 25 変更。ランダムかな？三角になった。まあ、このついてんのは特殊能力でいいのかな？追加効果的なね、この星マークに。矢印マークみたいな。で、この矢印マークを、例えばこうすることで、これね、右側に移せますと。そういうことですね。こっちは、ランダムなステータスは変換できる。お試しで変換してみようか。あ、これはできない。この3つはできるって話か。やってみた。変わりましたね。跳ね返り刃に。ここに表示されるこのランダムステータスは何かのタイミングで変わるのかな？この2つもね。他には、これはスタッシュかな？矢印や星がついている宝石は保管しておこうと。将来的に役に立つ。スキルを移せるからって話かな？もしくは強化とかできるんですかね？ここはお店っぽいね。ここで売れんのかな？売却。売ってみましょうか。ダブルクリックで売れる。で、ポーションが重要だから買っておきましょうか。あ、これ、ポーションスロットだ。理解した。そして、ジェムやお好きなものを買えます。現状買えませんね。ここでも売れるんだ。
お店はこんなとこかな。あとこれがあったか。これを貯めることで、別途何かを得られる。倒されてしまうと、やっぱりどうなるのか一回確認したいな、この段階で。先に進んでからじゃなくてね。わざとやれてみようか。うわー、やられた。敗北したけど。まだハート2つありますね。ハートは0でゲームオーバーなのかな。一応預けておきましょうか。キャラクターが変わってもね、インベントリーのアイテムは残る可能性がありますから。マップは毎回ランダムかな。あ、入った瞬間無敵なんだね、一定時間。あ、これ長押ししてるだけ。ずっと回転してられるんだ。スタミナどれ？敵のいない部屋ではスタミナ減らないとかそういう話か。ああ、水色ゲージだね、画面左上の。さあ、敗北。あなたのヒーローは戦闘で倒れました。キャラクター完全消えた？マジで？そういうゲームなの本当に。何それ？マジで消えちゃったよ。まあ、倒れなきゃいいという話だけど。スタッシュのアイテム消えちゃったのかな、じゃあ。なくなってる。完全ハードコアだね。じゃあ次は違うスキルツリー選んでみようか。明治。クラスごとにスキルツリーも違うようだね。ここにね、このね、矢印があると、こういう表示になるんだよね。絨毯爆弾が、ホーミング破片ミサイル。ノードタイプを変更できる。絨毯爆弾という何かがあんのか。明治にはないんじゃないかな、という予感がしている。違うスキルツリーであるのかもしれませんね。さあ、弾が回転するようになりましたね。これも確率でしょうけれど。で、宝石のレベルは、このダンジョンレベル、それと同じようだね。先に行けば行くほど、より効能的な宝石が出るようになります。お宝多いぞ。なんだ？なんか今入手しましたね。あ、今本を取ったら、これか。次のスキルツリー。これがアンロックされたんだ。アーサーシー。そういうことか。これで、サンクロス、もしくは、ツララ。どっちがいいかな。クールタイム30秒。とりあえず取ってみよう。いつ発射？出てきた。おー。発動条件はこれ、ランダムかな。画面左上のポーションの右側にね、技アイコンが表示されてますね。これも準備 OK ってことなのかな。また出ましたね。サボ戦。お、アリ？いや、なんだこいつは。こんな不気味なやつ。あばい。急に飛び道具。あばい。うわー、やったー。ここから、この宝石を入手できる。そう、10ポイント溜まった？溜まってますね。これ？選択する何かをランダムで取れるんだ。あ、渦巻き地雷。ここで出てきた。35秒で発射される。真ん中は毒弾。10% の確率。自動スキルのクールダウンがマイナス 1%。毒弾にしよう。通常攻撃に乗せる。取ったことで、これも取れる。スキルポイント？このスキルポイントは何ポイントなんだ？あとこの気になるのはこの矢印だけど。体力ポイントがアーマーに変換されるか、これ。そういうことか。こういうことね。ハートがアーマーになってる。雷球が渦巻き地雷になる。渦巻き地雷はさっきのパッシブにもあったけどね。ここでも取れるんだ。これにより好みの構成が作れるというわけだね。インベントリよく見ると、すげえいっぱいありますね。これくらいあると嬉しいな。一番上のこれなんだ？共有ストレージ。キャラクターレベル200で解放。他のキャラとアイテムの受け渡しは前提で作られてるんだ。やっぱり200レベルぐらいからが本番なのかな。無限ハートといいね。それまではチュートリアルです。でもチュートリアルがハードコアという、なかなか面白いデザインですが。現状レベル19。1時間ぐらいで20レベルか。何時間か遊ばないと無理っぽいね。レベル200に到達するには。これ何？上から、つららが。これ私の攻撃か。さっき覚えた。クールタイムも、30秒ぐらい。カウントされてましたね、今ね。で、クリアでクールタイムは0になるんだ。とりあえずボーラ弾を優先して、現状3つまで取りましたね。ボーラ弾だらけになってるかな？しかも遠方まで飛ぶようにした。弾の数は減ったけどね。あとはソート機能とかあると嬉しいですね。ここに書いてあるね。説明がよく見ると。チャンス、ダメージ、クールダウン。これはかける2倍になるって意味か。これはかける3倍、かける4倍、かける5倍ね。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。